皆さんこんにちは、ピノミです。本日はですね、顔の毛穴とかクレーター治療って治すのってやっぱなかなか難しいと思うんですけど、その中でも家で行えるケアの中で最も効果的な一つと言われているセルフダーマペンのやり方ですね。今日は特にこのクレーターとか毛穴に特化したやり方っていうのを紹介していきたいと思います。まず必要なものに関してですね、こちらは詳しく説明している動画っていうのもありますので、よろしければこちらも参考にしてみてください。詳細は概要欄に貼っておきます。それでは早速見ていきましょう。まず最初に手であったり身の回りのものっていうのは消毒するなどして清潔にしておいてくださいね。顔は洗顔をした後に化粧水とかは特に塗らない状態にしておきます。今回は針をしっかり肌に刺していくので、麻酔をまず最初に塗っていきます。早速なんですけど、今回ですね、この毛穴とニキビ跡であるクレーター跡を治療するにあたって押さえておくポイントっていうのは大きく3つあって、それが麻酔、針、そして保湿、この3つです。私自身もこれまでクレーター跡や毛穴の改善を目的としてセルフダーマペンを10回以上してきた中で、この3つが基本ではあるけど大きく結果に作用してくると言っても過言ではないと思いました。ここから実際にセルフで施術しているところをポイントを押さえて見ていこうと思います。まず最初に毛穴やクレーター跡の治療をする上で大事なポイントの一つである、今ですね実際に塗っている麻酔なんですけど、これ必ず用意した方がいいと思います。痛みを我慢しながら行うと肌がこわばった状態のまま行うことになって、思うように針が刺せずにきちんとした効果っていうのが出づらいんですよね。今回は針の長さを長めに設定していくので、麻酔は必須だと思っています。私が使用している麻酔はラクサールっていう麻酔なんですけど、塗る量の目安としてはきちんと肌に塗った時に白く色が出るぐらい厚く塗ってください。そして麻酔を塗ったら効果を高めるためにラップを顔に貼って30分置きます。はい、30分が経ったので、ここからいよいよダーマペンを当てていくので、ダーマペン本体にまず針をセットしていきます。麻酔を拭き取る際は効果をなるべく保つために部分で拭き取ってあげました。今回使用する薬剤をシリンジに移し替えてから、それでは始めていきます。まずは一番皮膚の薄いおでこ周辺に刺していきました。針の刺し方は縦、横、斜めにスライドしていくように刺していきます。針の深さによっては滑りが悪くって突っかかりを覚えてしまう場合があるので、その時はスタンプ状に押していくようにします。2番目のポイントで針の長さに関してなんですけど、クレーター跡とか毛穴治療の時は私はいつも 1.5 ミリでセットしています。クリニックだと2ミリから場合によっては3ミリぐらいの長さで針を刺していることっていうのがあるんですけど、やっぱり自宅で行う方法であくまでも安全に行える範囲内っていうのをなるべく考慮した結果、この長さが安全だと思っています。もちろん針を長くすればするほどクレーター跡や傷跡のような治療には効果も期待できるのかもしれませんが、ダウンタイムも長くなるからこそ難易度っていうのも上がりますし、私の中でセルフの施術のモットーっていうのが、安全に行える範囲内で自分ができる最大限の効果をっていうことだと思っているので、そこをぜひ優先していきたいと思っています。薬剤は個人で手に入って最大限の結果を出せるのが成長因子ではないでしょうか。私は美容皮膚科でも使用されているベネル社のクレーター跡に特化した種類の成長因子を使用しています。薬剤もとっても大事なんですけど、予算的であったり手に入れるのが難しいなって方はヒアルロン酸などを塗布して針を当ててもいいかもしれません。と
とにかく回数を重ねて肌を傷つけて再生を促すことが大事なので、薬剤は二の次でセルフダーマペンを続けていくっていうことに意識していきましょう。こういった針の滑りの悪さを防いでくれて潤滑剤代わりにもなってくれるのが、例えば洗浄因子であったり薬剤の存在なんですね。薬剤によって変わってきますが、基本的に成長因子の類は結構トロッとしたテキスチャーで潤滑剤代わりになるものが多いっていう印象です。施術の頻度は最低でも4週間空ける必要があると思います。治癒能力とか肌のターンオーバーがあるので、きちんとここを考慮しましょうね。これ以上短くしてしまうと、十分に治癒が終わらないままやってしまうことになるので、色素沈着のリスクとか結構高まっちゃうんじゃないのかなと思っています。一通り針を当て終わったら、最後に成長因子をまんべんなく肌に染み込ませるようにしましょう。はい、そして施術が終わったので保湿に入っていきましょう。ポイント3つ目の保湿は特に重要です。施術直後にこういった成長因子がたっぷり入ったパックを使用してあげると、より一層効果を期待できますが、もし準備できなかったらなくても大丈夫です。もしですね、パックするときはこういった100均のシリコンマスクがあるとおすすめです。ここが特に重要なんですけど、施術後24時間は高保湿のもの、私はペパリン類似物質が配合しているもので保湿をしています。私が使っているのはドラッグストアなどで売っているヒルマイドですね。こちらを使用しています。湿潤療法って聞いたことありますかね？湿潤療法とは、傷跡をとにかく乾燥させないで湿らせてあげて、体が本来持っている自己治癒能力を最大限に引き出すことを言います。この湿潤療法のロジックを最大限に生かして、毛穴とクレーター跡を少しでも治してあげたいですよね。施術後24時間は日焼け止めももちろん塗れないことになるので、できたら施術直後1日ほどは家に入れる日を確保した方がベターだと思います。室内って意外と盲点で、日光が当たっていなくても紫外線はバンバン注がれていますので、できればカーテンを閉めたりなどして対策は抜かりなくした方がいいと思います。もうね、とにかく乾燥だけは NG です。施術後1週間は特に入念に保湿を心がける。というか、いつも以上に肌突っ張ってしまって乾燥を感じると思います。施術直後の様子を見てみると、赤みが全体的に広がっていて、顔も腫れているっていう感覚がありました。ここから施術当日の夜ですが、特に重点的に刺したところが赤みが強く残っている感じで、他はだいぶ鎮静してきています。翌日になると、ここまで赤みは収まって、やっぱり重点的に刺した部分、私の場合はクレーター跡の部分に赤みが残っています。3日目になると少し分かりづらい写真で申し訳ないんですけど、ほとんど赤みは残っていないです。5日目に肯定反応として口周りに吹き出物が何個か発生してしまいました。今日一番重要なトピックである肝心の毛穴とかクレーター跡に対して効果っていうのはどうだったかと言いますと、もうここ正直お話ししますと、1回や2回の施術で目に見えた効果っていうのを得るのはやっぱ難しいかなと思っています。これが実際私自身やってみての正直な感想です。ただ何回かやっていくうちに、ある日突然、あれ？なんか肌質変わってるし、この明らかにクレーターとかも良くなってるよっていう時が訪れるんですよ。私の場合は4回目を終えたあたりくらいに効果っていうのを実感したんですね。なので目に見えて効果を実感するっていうのはやっぱりそれなりに時間っていうのはかかってしまうんですけど、途中でやめてしまうっていうのがとってももったいないので、ぜひ根気強くしばらく続けてみてほしいなっていうのが、私が実際体験してみて感じた感想です。
はい、いかがだったでしょうか？本日の動画少しでも参考になりましたら、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた皆さんお会いしましょう。またねー。